はいどうも、フルートの有田です。今回はフルートの音処理の裏技についてお話ししていきたいと思います。どうぞ最後まで見てってね。さあ、今回はフルートの音の処理についてお話ししていきたいんですけれども、皆様、フルートの最後の音の処理はうまくできてますでしょうか？なかなかね、これがうまくできていない、いつもブツ切れになっちゃうっていう人多いと思うんですけれども、なんでフルートの最後の音があまりうまくいかない、ブツ切れになってしまうかっていうとですね、それは音をまっすぐ伸ばしてそのまま音を終了させてしまうからっていうのが一つの原因ですね。ちょっと一回やってみましょう。今ドシドレミってやったんですけど、ドシドレミブツっていう風に切れちゃいましたよね。こういう風に吹いてしまうとフレーズがつながらなかったり、曲の最後としてフレーズの最後としてはちょっと雑なんじゃないの、投げやりなんじゃないのっていう感じに聞こえてしまいますよね。これの原因はさっきも言ったんですけれども、音をまっすぐ伸ばしていてそのまま崖から落ちるかのようにブツッとね切ってしまうっていう吹き方を音の最後でしてしまうと、音の処理があんまりうまくいってないなっていうことになってしまうんですね。さあ、その音の処理をうまくする裏技っていうのは何かというと、簡単に言えばデクレッシェンドをするということです。デクレッシェンドどういうことっていうふうに思ったかもしれないんですけれども、音がぶつ切れになってしまってあまり音処理がうまくいかないなっていうふうに思ってるんだったら、その音処理を結構ソフトにね、こういうふうに終わってあげるとすごく雰囲気がよく終われるんですよ。その次のフレーズに対しても結構滑らかにつながってくれるっていうことになるんですね。なのでその上でデクレッシェンドを音の最後にしてみるっていうのはとても大事なことなんです。まず最初にさっきやったぶつ切れになるバージョンとデクレッシェンドをしてみるバージョンを比べてみましょう。これがぶつ切れバージョンですね。で、今度はちょっとデクレッシェンドしたバージョンをしてみましょう。そう、2回目の方がねデクレッシェンドしたバージョンなんですけれども、ちょっとふわっと終わってすごいいい感じがしませんでしたか？このようにデクレッシェンドを音の最後処理に使うととても綺麗な終わり方に聞こえるんですね。なのでぜひ音の最後、音の処理にはデクレッシェンドを使うようにしてみましょう。さあ、そしてこの音の処理をうまくするための練習法もここで教えておきたいと思います。単純に言えばデクレッシェンドをするということなんですけれども、これを音の最後の短い間にしなきゃいけないので、これはちゃんとしたデクレッシェンドの練習をしないと結構難しいってことになってしまいます。そのデクレッシェンドの方法についてなんですけれども、私はこのことをゼロエンドデクレッシェンドというふうに呼んでます。ゼロエンドデクレッシェンドとはどういうことかというと、デクレッシェンドをしていって最後に音ってこうやってちっちゃくなっていくとなくなるじゃないですか。なくなった後に息の音をずっと続けるっていう風なデクレッシェンドのことをゼロエンドデクレッシェンドって私が勝手に呼んでるんですけれども、それの練習をすると音の処理がとても綺麗になるので、ぜひこれをやってみましょう。ちょっと一回やってみましょうね。いかがでしたでしょうか？今デクレッシェンドしていって音がなくなった後に空気の音だけを吹いている瞬間があったんですけれども、これをすることによって何がいいかと言いますと、音がデクレッシェンドをしていってゼロになる付近のコントロール能力が上がるんですね。それによって音処理の時に使える繊細な息遣いを身につけることができるんです。なのでまず最初はこのゼロエンドデクレッシェンドをゆっくり8拍とかでできるようにします。で、それをだんだん短くしていくと。8拍から4拍、4拍から2拍、2拍から1拍、1拍から半拍ぐらいのスピードでこのゼロエンドデクレッシェンドができるようになると、それが音の最後の
処理、ふわっと消えるような音処理に使えるんですね。ではこれを4拍でやってみましょう。今4拍経ったら、音が0になって息の音だけになりましたね。じゃあ今度はこの2拍でやってみましょう。今2拍で音が0になって息の音だけになりました。じゃあ今度は1拍だけでやってみましょう。さあ今度は半拍だけでやってみたいと思います。このようにして瞬時にデクレッシェンドして音を0かつぶつ切りにするのではなくて空気の音をふわっと残すっていうようなゼロエンドデクレッシェンドができるようになると、フレーズの最後の音だったり、短い音だったとしても乱暴な吹き方にせずにとても綺麗に音の処理ができるようになるんですね。なので音の処理に困っている、ぶつ切れになって困っているということは、このゼロエンドデクレッシェンドを練習して音の処理が綺麗になるように練習してみましょう。さあ今回はフルートの音の処理、フレーズの最後の音をきれいにする裏技についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。結局はデクレッシェンドしていって最後の音をふわっと瞬時にできるっていうのがこの裏技だったんですけれども、これをねできずにもう最後の音がブツッと切れてね、なんかすごい乱雑な演奏になってしまうっていうことはね多々あると思いますので、このゼロエンドデクレッシェンドを練習してフルートのフレーズの最後の音の処理がとても綺麗になるようにぜひ頑張ってみてください。今回の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。